続きましてこちらです。なんか最初の関係動物似てる感じですかね。足いっぱい生えてる感じとか似てますね。似てるんですけど、実はまた違う動物でコリンズモンスターっていうニックネームがついてるんです。名前かっこいいですね。こんな尖ってることある？潰れててよかったでもその我々生物学の勉強をしている人間として、基本生き物って大体はせめて標本見たらどっちが前でどっちが後ろか分かるじゃないですか。頭かお尻かね。でこれがね分からんのよどっちも頭に見えんのよ確かにね。どっちが前なんですか？この黒いところが胃とか腸とかの消化器官って言われてて、その先に口があるはずってことで、こっちが頭のようです。今までに見つかっているコリンズモンスターの仲間の体の形も参考にしていると思います。であとはイラストになると分かりやすいんですけど、前にある足の方が食べ物を集めやすそうではありますね。言われてみればそうですね。確かにこれは化石からどんな動物か分かりづらくて、実際コリンズモンスターの存在自体は1980年代から知られていたんですけど、いまいちどういう動物かはっきりしていなかったんですよね。それが同じグループの動物の研究が進んできて、ようやく2018年に正式な学名がついた感じです。じゃあ40年くらい経ってるんですね、名前つくまでね。なんかその正式に記載論文とかで発表される前にもうなんか他のその進化の研究とか系統樹の研究とかに使われてましたよね。なんか論文で見たんですけど、さすがに40年は待てないよなって思いました。ちなみにイラストがこれなんですけど、トゲが生えてる方が背中側なんですよ。そんな尖るかルブタンの靴ぐらい尖ってんじゃん。おっさんの足生えてるけどこれなんかボーボーだけど前半ねしかもなんか足一本一本にねこう丁寧に爪が生えてるのが怖い。この爪が生えてるっていうのがポイントで、このムチってしてる足に爪がついているのを葉足って言うんですけど、葉足、はい、この葉足を持つカンブリアの生き物って結構いるんですよ。この仲間たちをまとめて葉足動物って言ったりします。ハルキゲニアも葉足動物です。ハルキゲニア知ってる。今までハルキゲニアえぐいって思ってたけど、コリンソバーミス見たらまだちょっと柔らかく見える。確かにあとはアイシュアイアとかも近いのかも。コリンソバーミスみたいにトゲとかの武器はついてないんですけど、口に充電器刺さりそうですねこれイヤホンとかも刺さんだよこの武器ついてる方が食べられる確率高かったとかなんですかね。そうですね、ついてないやつらよりは敵に見つかりやすいところで生活していたんじゃないって言われてます。しかも葉足動物の化石って割と世界各地のカンブリア紀の地層から見つかってるんです。こんなのがそこら中いんの？カンブリア怖っ。確かにこれ見た目すごい怖いんだけど、実は全長だいたい3センチぐらいなんです。ちっちゃい。なんかちょっと急に親近感湧いてきたしかもごついのにご飯はプランクトンとかを食べてたんですよ。なるほど。なんかトゲを別に攻撃とかには使わないで、防御に全振りしてるみたいな感じなんですかね。そうですかね。実は今生きてる動物にもコリンソバーミスと共通の特徴を持つ動物がいるんですよ。いや、こんなん今言って黙るかよ実はこの葉足を持ってる動物って今いそうでそんなにいないんですよ。で、唯一持っているのがこのカギムシとクマムシ。カギムシ可愛くて好きなんですけど、こんなむっちりしてる足に爪ついてるんですか？拡大したらあるんですよ。ちっちゃい、可愛いなのでコリンソバーミスが属する葉足動物はこの有草動物と観光動物に近い動物なんじゃないかって言われてます。細かい分類は結構ブレますけど。なるほど。次はこれなんかすごく可愛い方の動物です。ビビラカリスって言います。なんとなくシルエットは化石から分かりますね。丸い殻に包まれてる感じね。カナダスピスに似てますね。大正解で、カナダスピスと同じ左右2枚の殻を持った節足動物のグループに入っています。イメージとしては今でいうカイムシみたいな、内臓まで見えているので結構薄い殻だったみたいです。この細長いギュンってなってるのは口ですか？セミ的な。いや、この周りより黒いところがあるじゃないですか。ここがコリンソバーミスみたいに消化器官なので、お尻がここで口がここなんですよ。この細いの飾りか。なんかこうガッチャマンのここ長くなった感じなのかなでも一つここで不思議なのが、普通動物って顔が正面向いてるじゃないですか。こうビビラカリスこれで目と口が後ろに向いてるんですよ。
おー、ふざけてんな。しかも足も細くてほぼほぼ殻の中に収まっちゃってるんですよね。これ下にして歩くの不自然なんじゃないか。なので普段は背中側を下にして泳いでたんじゃないかって言われてます。ああ、なるほど。まあ、確かに歩けなそうだし、まあ、水の中で前に進もうとしてもこうその場でくるくる回っちゃいそうな感じはありますね。今で言うとホウネンエビとかも背中下にして泳ぐのでそんな感じかなと。なるほど。なんかまあ確かに背中に船ついて取れなくなったらもう背中下にして泳げますもんね、多分。ちょっとどういうことまあ復元がこんな感じになってます。なんか純真無垢な感じというか、なんか今まで出てきたのと比べるとなんかすごく清楚な、なんか神秘的なアイドル出てきた感じですかね。ネレイデスっていうのもギリシャ神話の海の精霊の名前です。上品ですね。この子も水中のプランクトンなんかを食べてました。殻の形もプランクトンみたいな小さい食べ物を集めるのに適していたみたいです。じゃあコリンソバーミスと同じようなの食べてたのか。なんか不思議だな。だからコリンソバーミスが尖りすぎてんのよ。プランクトンしか食わんのに。確かに。つい先週、このキビラカリスに近い動物が新しく論文で発表されたんですけど、こちらです。あ、なんか可愛いですね。これ名前がパクカリスって命名されたんですけど、化石の形がパックマンに似てるかららしいです。ナムコの論文にもちゃんとパックマンって書いてある。じゃあまあ実際そのパックマンみたいな感じで泳いでいたわけでは多分ないです。多分ないですね。実際の化石はこんな感じなんですけど、この化石だと見にくいですけど、キビラカリスと同じように左右2枚に殻が分かります。これどの辺がパックマンなんですか？ちょっとわかんない。こっちの方がわかるかもしれません。同じ動物の化石にこんなのも出てきて。ちょっと待って、そこが開くんだ。そっちこれがパックマンの部分ですか？後ろ向きにパクパクするってことですよね、これ多分ね。ですね、一応これはパクカリスが堆積物に埋まるときとか化石化する過程でそこが開いちゃっただけみたいです。生きてるパクカリスのここの部分が開くわけじゃないですね。でも生きてる間そこ開いたらみんなにそこいじられるからね。殻の意味ないんだから。まあちょっとパカパカしたくなっちゃうもんね。それだとパカカリスになっちゃうからね。殻の前の方だけ体にくっついてたみたいで、化石ではここが開きがちなんですよね。この標本もちょっと殻がずれてるんですよ。ちょっと殻が上にずれちゃったのかな。このなんか和式トイレみたいになってるけど。これ日本で見つかってたら名前TOTOになってたよ。トトカリス。怒られる。私にはこれ掃除ができるマイクロファイバーの具がついたスリッパみたいに見えます。ラボメイトに怒られません？大丈夫ですか？みんな優しいんで大丈夫です。いやもうここの開き具合で大喜利できるっていうね、もう素晴らしいです、パクカリス。